皆さん、この会話、ちょっと聞いてみてください。昨日、彼と会ったんだけど、私たち会わないかも。会ったのに会わない？ちょっと意味わかんない。どうでしたか？二人の会話がうまくいかなかった理由、わかりましたか？会うという単語が出てきたんだけど、同じ会うでも全然違う意味の会うがあります。今日は会う to meet と会う to fit too much この2つの会うという単語の違いとか使い方をシェアしたいと思います。日本語を始めたばかりの人にもわかりやすく説明するので、ぜひこの動画を最後まで見てください。最後まで見れば、会うと会うの違いが絶対わかります。さっきの会うと会うみたいな感じで、日本語には同じ音だけど違う意味の言葉がたくさんあります。この同じ音だけど違う意味の言葉のことを少し難しい言葉で同音異義語と言います。同音は同が同じ、音が音、同音で同じ音という意味で、異義語、いは、いは違うという意味で、義は意味で、最後の語は言葉のこと。だから、異義語で意味が違う言葉で、同音異義語で同じ音だけど意味が違う言葉という意味です。もし、スマホとかパソコンでひらがなが入力できる人はちょっとやってみてほしいんだけど、えーひらがなであうと入力して変換してみてください。そしたらいくつあうが出てきますか？私もパソコンでやってみたら5個出てきました。皆さんはどうでしたか？では、今日はその5個のあうの中でも会話でよく使うこのあうとこのあうの2つを紹介していきます。じゃあ最初の会話、ちょっと思い出してください。この人がこう言いました。昨日彼に会ったんだけど、私たち会わないかも。こう漢字で書くとわかりやすいんだけど、えーこの2つの会う漢字も似てるけど違うのわかりますか？どうしてこう言われてもう一人の人が意味がわからなかったのかというと、えーこの「会う」の活用の形がいろいろあって、例えば昨日のことだから「会った」って言わないといけないよね。で、でもこの「会う」ももし昨日のこと、えー同じ活用をするなら「あった」という形になるんですね。でも「ない」がついているからこれは否定形なのかなって分かった人もいると思います。そう、だから、あれ、あったんじゃないの？あったのに合わないって、あったの？合ってないの？どっちなの？って、このもう一人の人は、ちょっと意味がわからないって思って困っています。会話の時は、その耳から音が入ってくるから、それを頭の中で
漢字で考えないといけないけど、もしこの2つの合うがあるってわからなかったら、このさっきの会話に出てきた人みたいに、ちょっと意味がわからないって困ってしまうと思います。皆さんもこんな経験ないですか？日本語始めたばかりの人は、ここがとても難しいポイントだと思います。じゃあ、最初の 会うを説明します。この会うは英語で言うと to meet とか to see の意味です。彼氏と会ったり、友達と会ったり、家族に会ったりした時に、誰々と会いましたとか、明日誰々に会いますみたいな感じで使います。例えば、昨日彼に会ったよとか、明日友達に会うんだとか言ったりします。で、活用の形。多分初心者の人は、丁寧な形、マス形で習うと思うから、マス形で言うと、会います。これをネガティブ、否定にすると、会います、会います、会いません。会います、会いません。で、会話で使うタメ口だと、会う、会うのネガティブは、会う、会わない。で、次。じゃあ、丁寧な形で、過去のこと、昨日とか一昨日のもう終わったことを言うときは、会いました、会いませんでした。で、これを過去のことをタメ口。あった、会わなかった。で、ここで気づいたと思うけど、あ、会ったのに会わない。ここでも同じ形だから、難しいですよね。はい。じゃあもう一つの会う。この会う。英語だと too fit, too much みたいな意味。この合うは相性が合うとか、性格が合う、あとは色の組み合わせが合うとか、フィットしてるとか、なんだっけ、コンパティビリティ。コンパティビリティみたいなのがうまくマッチしてるみたいな意味。例えば、彼とは相性が合うとか、このブラウスにこのスカートは合わないんじゃないとかで、最初の人の会話、私たちちょっと合わないかもって言っていたのは、うん、相性が合わないかもとか、性格が合わないかも。最初は楽しく付き合ってたんだけど、ちょっとあれって思うことが何回かあって、もしかしたら私は彼氏と相性が合わないかもしれないって気づいちゃったのかな。そう、英語で言うと We might not be compatible みたいな意味です。でも、もう一人の人は、この2つの合うを使っていたっていうのが分からなくて、あったんじゃないの？合ってないの？どっちなの？って分からなくなっちゃったんですね。皆さん、漢字の勉強ってとても大変ですよね。難しいし、覚えるのが大変だと思います。で、もしかしたら、もう覚えたくないって思っている人もいるかもしれないし、あとは、うん、会話ができればいいから、私は漢字は使わない。だから勉強しなくていいって思っている人もいるかもしれません。でも、漢字のこの合うと合うみたいに漢字を知っていれば日本語の勉強がとてもスムーズになることもたくさんあります。じゃあ、せっかくなので
最初に5個合うが出てきたよって言ったんだけど、残りの3つの合うも簡単に説明します。残りの3つは会話ではそんなに使わないんだけど、時々、本を読んでいたら、小説とか本を読んでいたら出てくることもあるし、J-POP の歌の歌詞で使われることもあるから、知っておくと分かった時にとても嬉しくなるので、よかったらこの合うも探してみてください。これは良くないことに合う、事故に遭うとか、アクシデント、何か悪いことが起こった時に使います。で、この合うは to meet の合うとほとんど同じだけど、この合うを使うとちょっとロマンティックとか運命的みたいな、そういう出会いを、なんだろうな、すごく運命的な出会いをしたっていうのを、うん、伝えたいときにこの合うを使うことが多いです。で、最後のこの合うは、えーっと、さっきの良くないことに合うの合うに近いんだけど、いいことにも悪いことにも使える。なんか、思っていなかったことにあった時、予想してないことが起こった時、たまたま駅で友達に会ったとか、そういう時に使ったりします。これは偶然何かに会うというニュアンスが強いので、自分が予想していなかったこと、びっくりするようなことに会った時に使います。はい、最後にまとめます。今日は会う to meet と会う to be compatible、 この2つの会うを説明しました。この2つは会話でもよく使います。使い方も説明したから、よかったら友達に使ってみてね。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てよくわかった、面白かったって思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんが日本語の勉強を楽しめるような動画を私もたくさん作れるように頑張ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。